こんにちは、ずんこです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今回ご紹介するスレッドはこちらです。不可解な体験、謎な話。エニグマ、パート106。エニグマ好きな私の中で特に好きなパート106のご紹介です。ありえない場所、もう会えない人、今ではない時間、幼い頃の不思議な記憶、見えるはずのないもの、そんな怖くはなくても奇妙な経験を書き込むスレッドです。それでは始めましょう。4年前の正月に、鳥取砂丘近くでタコ揚げしてた時、感触として、タコが見えないてっぺんに当たって、何度も跳ね返されてる感じがして、友達が30メートルくらい離れてたんで、大声で呼んでみたけど、全く聞こえない様子で、気づかれなかった。どうしたんだろうと思っていると、ザザザーっていう感じで耳鳴りがしてきて、前に海があったんだけど、なんか白い光が遮ってて、徐々に自分に近づいてきてるのがわかった。突然、その光の束、直径5メートルの円形が自分を覆って、白以外見えなくなった。暗闇の白闇バージョンだった。記憶が飛んで、鳥取にいることも忘れ、夢の中だと思ってた。ああ、これが明晰夢ってやつなんだろうなと、疑ったのを覚えてる。でも白闇なので何も見えない。よく、暗闇歩いてる時、私は弁慶の打ちどころ足の膝下を、知らないうちに何か硬いものに打ちつけて、痛い目に遭う恐怖心があるので、その時もとっさに、5センチずつすり足で、手で何かを探すように前に伸ばして、慎重に歩いてた。体感時間は10分くらいかな。えらく長く感じて、もう嫌だよー、家に帰りたいよー、って喋りながら歩いていると、周りから、クスクスとか、キャハハとか、フフフとか、面白がってる声がした。誰かいるなら助けてって言った途端、視界が真っ黒になって、つまずいて、前に倒れて手をついた。遠くで懐中電灯の明かりが見えて、やってきたら友達だった。私は約5時間も行方不明になってて、宿の人たちで、どう探すか計画していた部屋の前を、目をつぶってさまよいながら、もう嫌だよー、家に帰りたいよー、お腹減ったよーと、コントで演技でもしてるかのような自分を目撃して、追って見つけてくれたのだという。家に帰ってきて、しばらくして友達が、精神科の先生の催眠術をかけて、あの当時の真実を探ろうとしてくれた。私はものすごく簡単に催眠術にかかり、当時のことをペラペラ喋り出したというが、途中から、口閉じながらもぐもぐ言って、時々笑顔でもぐもぐ、時々寂しくもぐもぐ、涙流しながらもぐもぐ、興奮してもぐもぐ。つまり、意味の通じない時間が30分続いた後、周囲の何かに笑われながら見送られ、みんなの元に帰ったという。体の隅々まで診察してもらったが、何もなかった。が、小学生の頃、鉛筆の芯が右手に2箇所入ってそのままだったのが、消えてた。長文すまそ。友達が見た夢で、亡くなったおばさんが出てきて、あんたは注意力が足りないから、家の戸締まりだけは気をつけなさい、と言われたらしい。私はオカルト好きで、しょっちゅう YouTube とかで動画見たり、SNS での話に夢中になって、寝不足になってしまう。去年のゴールデンウィークに、東京の某占い館で、時給3000円の占い師に守護霊を見てもらった。友達は、あなたの亡くなられてる親戚の方が、家や部屋の戸締まりだけには気をつけて、とおっしゃっています、とか。私には、パソコンでホラー見物するのは、いい加減やめてほしい、と守護霊が言っていると言われた。なんであんなすごい占い師が、時給3000円で仕事しているんだろうてかあれが、標準レベルなの？俺が彼女と行った占い館の、占い師のおばちゃんと一緒かも。その占い師のおばちゃんが若かった頃、正直にビシバシ当ててたら、一気に有名になっちゃって、ヤクザ関係や、政治家の人がわんさか来るようになって、怖かったらしい。それから、人は守護霊で見るようになって、ちょっと変な守護霊の人には、5割本当とか、全部嘘とか言ってるんだって。で、俺の彼女には、全部嘘言ったんだって。守護霊の良い人なんて、全体の3割くらいで、東京住みには、ほとんど皆無だって言ってた。
小学生の頃、バスで通学してたんだけど、ある日車内で、すごくショッキングな人物を見た。一見するとホームレスのような、小汚いトレンチコートに紙袋。ボロボロの傘に、極めつけは、後頭部から全部前に持ってきて、ハードスプレーで固めたような髪の毛の女性。漫画の座敷女そのものだと今は思う。自分はよっとしたものの、もしかしたら病気の人で、具合が良くないのかもしれない。あまり見てはいけないと思って、3つ上の姉の様子を伺った。姉も、自分と同じで見てはいけないものを見たとばかりに、下を向いて変な顔をしていた。周りの大人たちも何も言わないし、車内の空気も、いつもと変わりなかったように記憶している。帰宅後、姉と自分は先ほどの人物を神女と名付けて、母に報告した。母はもちろんまともに聞いてくれなかった。それから20年、大人になった私の前に、たびたび神女が現れるのが不可解で仕方ない。小学生の頃、バスで見たままの変わらない姿で、日常の中に紛れ込んでくる。初めて見たのは東北の田舎町。2回目は関東、3回目、そして4回目の今夜は、中部地方で、絶対に同じ人物。でなければ、あんな不審者が、全国に散らばっていることになってしまう。さっき見た姿は、雨の中反対車線を歩いてた。傘持ってるのに差してなかった。不思議と毎回恐怖心は湧かず、ああいるな、くらいの感覚で見ている。真夏でも、真昼でも、繁華街でも、普通にいるからかもしれない。誰か、同じ人物を見た、知ってる人はいませんか？文章下手ですが書かせていただきます。小学からの付き合いの S から、D と一緒に遊ぼうぜと連絡があり、自宅で待機してたのですが、1時間経っても2時間経っても全く来ない。電話をかけようとしても繋がらない。D を迎えに行ったとしても、1時間はかからない場所なのですが、それから S たちが来たのは、到着時間から3時間後でした。文句の一つでも言ってやろうと近づいてったら、少し興奮気味に話しかけてきた S。いやー、D 迎えに行ってさ、そっち向かってたら、すごい数の地蔵がある道があって、そこ通ったんだよ。あそこにあんな道あったんだな。でも時間は間に合ったでしょ。いやいやちょっと遅すぎじゃない？もう3時間経ってるぞ。何言ってんだよ。ほら、ちょうど1時だよ。S の腕時計見ると、時間が1時でした。腕時計どころか、車の時間も携帯の時間も1時。壊れてるのか？と思ったのですが、特にその様子もなく、正常に動いてました。そもそも近くに、地蔵がいっぱいある道なんてないのに、S たちはどの道を通ってきたのか謎でした。到着時間ってなんだ？自宅で待ってたんじゃないのか？ S から1時に着くと連絡があってから、3時間後に家に到着。ってことです。言い方が悪かったですね。申し訳ない。仕事から帰ってきたので続きです。その後は何事もなく普通に遊んで、その日は解散。ただ、どうしてもその道が気になった。翌週また遊ぶ約束をして、S の車に乗せてもらい、同じルートを走ってもらうことにしました。そして1週間経ち、D の家で集合。Y も含めた3人で、同じルート、走ってもらいました。出発時間は11時半頃、ここから自宅までは30分程度。出発してから15分ぐらい、自宅まで半分まで来た時、この道だよこれこれと、S が言いました。D も、ほら本当でしょ？と。そこは確かに地蔵がたくさんありました。車線は車がすれ違える程度の広さ、その両脇に、3段で並んでるたくさんの地蔵。Y の腕時計は正常に動いている。携帯も正常。電波が入らないことだけを除けば、確かにびっくりしました。本当にあったんだと。ただ個人的な意見なのですが、怖いという気持ちはなく、不思議な感じな道。そのまま2、3分ほどで抜けて、そのまま Y の家。ではなく、お腹が空いたのでファミレスへ行くことに。到着して腕時計を確認、12時半を回ったところ、携帯も同じ。そんな遅れるような道じゃなかったなぁ。こりゃ言い訳だろと思いつつ入店して、ファミレスの時計を確認したら、時刻は午後の2時。びっくりして、思わず店員に、今2時で合ってます？と聞いてしまいました。とりあえず席に着いたんですが、頭が混乱して、わけがわかりません。
S たちは不思議がってはいるんですが、まあ特に体調悪くなったとか、長期間いなくなってるってわけでもないし、大丈夫でしょわら、と笑っていましたが、そういう問題じゃない。その日も、ご飯食べてゲームセンター行って遊んで解散。その後は体に異常とかはなく、S も T も元気だし、遊んだりしております。ただその後、一人で地蔵の道を確認しに行ったのですが、どうしても見つからないのが、不思議な体験でした。おしまいです。とある不思議なおばさんが親戚にいて、その人が、念を込めて編み上げた靴下を不妊夫婦に渡すと、必ず授かるジンクスがあった。ただ編み終えた後、1週間は寝込むそうで、噂を聞きつけた知人などにお金を積まれても、編むのはお断りしてた。私の両親は、8年子が授からなくて諦めてたところ、いただいてから2ヶ月ほどでおばさんから、女の子が生まれるよ。丸月だね、と電話が来たそうな。翌月に妊娠が判明して私が生まれたけど、高校生くらいの頃に急に会いたいと言われて、顔を合わせた途端に。ごめんなさい。あなたは生きづらいわ。これだけしかできないけど、必ず持っててと、お守り渡されて泣かれた。で、生きづらかったりしたの？小さい頃から偏屈で、入退院繰り返してた。思春期に駅でぶっ倒れ、障害者になってから、何かと色々感じるようになったり、六感も強くなったよ。アンテナだらけで、とにかく影響されてしまう人、と言われた。よくわからんけど、わら。新聞配達してた時のお話。ほらか、ネタ話をよくする知り合いのおじいちゃんがいて、〇〇研究所の近くで宇宙人見たよ。と言って、よく遊んでた。ある日そのおじいちゃんが、いつも通りにほら話をしてくれた。疲れたままや、考え事をしながら配ると、危ないぞ、ってな。俺は事故のことだと思って、そうですね、と答えた。で、いつもの調子で話してたら、昨日、いくら配っても終わらねえの。同じとこを何回も配ってる感覚で、でも、気づいたら全部配ってて、時間もいつもより早くてさ。付着ないならよかったじゃないですか、と言ったら、まあそうだけど、と言って、その話は終わった。その1週間後くらいに、おじいちゃんは配達を辞めた。20年近くやってたのに、いきなり飛んだ。理由を専用に聞いても、わからない、の一点張り。配達やってる人ならわかるが、人の出入りが激しいので、辞めたと聞いても驚くことはないと思うが、俺はそのおじいちゃんしか話し相手がいないので、寂しかった。不審に思ったのは、そのおじいちゃんの区域だけ、何年経っても誰も定着しなかったことだ。専用も配りたがらなくて、理由も教えてくれない。確かに部数は結構多いが、俺の区域ほどじゃないし、販売店から近い。臨配を雇ってたくらい、それも3ヶ月とか。とはいえ、自分の区域じゃないので、そのまま配達を続けてた。何年か経って、自分も辞めるという時に、フル株の専用が教えてくれた。あの〇〇あるだろ？あそこ配達すると、なぜかなかなか終わらないんだよ、と言ってきた。ああ、〇〇さんも同じこと言ってましたよ。と言うと、表情が変わり、それ以上はこのことを教えてくれなかった。そのおじいちゃんが今どうしてるのか、全くわからず。専用とも疎遠になって、情報交換はなくなりました。よって、オチ的なものはなくてすいません。どうしてこうなったか、わかる方や似たような体験をされた方は、できればご解説お願いいたします。ただの勘違いならいいんだけど。小学5年の時に、体育で校庭にいた時、全員が立ってらんないくらいの、すごい地震が来た。東京の都心の学校だったので、ビルが周りにあったんだけど、そのビルの避雷針がぐらぐら揺れて、学校に倒れてくるんでないかと、みんなで怖がったのを覚えてる。家に帰ったら、タンスの上に置いてた人生ゲームやドンジャラや、テレビの上のサインボールが落っこってたから、元通りに直した。夕方帰ってきた親に地震の話をしたら、学校や家から、1キロも離れてないところで働いてたのに、知らんというのよ。中学になっても、同じ小学校のやつは地震を覚えてるのに、別の小学の奴らは、そんな地震知らんという。何年か前に思い出して、地震の記録を調べてみたけど、その年には、東京で大きな地震はなかったらしい。目黒区です。あれは何だったんだろ。
話ぶった切るけど、数年前、東京湾岸に住んでたのね。って言っても本当の海沿いじゃなくて、隅田川沿いに、ちょっと内側に入った方だけど。まあ正確にはちょっと引っ越して、今も住んでるけど。で、ある時から、海の方向から、ゴーって地鳴りのような音が聞こえてくるようになったんだ。半年か、1年か2年か、結構長い間聞こえてた。それまでも、たまーに聞こえてた気もするけど、その時は、外が少し静かになった深夜になると、毎晩のように聞こえてきていて。でも、ある日を境に、その音がピタッと止んだの。それが東日本大震災の日でした。もしかして、地震と関係あったのかなと思うんだけど、そういう話を他で聞かないんだよね。私の家族は、私と妹二人、あと母がその音を聞いています。他にもあの音を聞いてた人いませんか？最近その音は聞かない？また聞こえるようになったら、とうとう。前の職場の同僚の実家が、福島なんだけど、帰省するたびに同じようなこと言ってたな。家族はもう聞き慣れてたっぽくて、気にも留めてなかったが、その同僚がまだそこで暮らしてた頃は、そんな音鳴ってたっけ？って聞き慣れてないから、余計に違和感を感じて、しばらく疑問だったらしい。幽霊は見たことないけど、もののけみたいのは一度見たことある。夕暮れの時に、近道しようと、市体育館の敷地内通路を通ろうと思って、入りかけたら、真っ黒黒助をでかくして、棒みたいな足生やしたような、目はなし。数ものキャラを真っ黒くして、足長くしたみたいなやつが、目と手はなし。右側からビョンビョンと跳ねてきて、左の植え込みにガサッと入って。それっきり何も出てこなくて、何今の？子供の見間違い？と思ってしばらくガン見してたけど、やっぱり何も出てこないので、怖くなって、遠回りだけど大通りを帰った。何かわからないけど、害はなかったので、あのまま、人気のない体育館敷地内を一人で通ってたら、変質者に襲われるとか、何かあったのを防いでくれた、とか思うことにした。ずっと気になってることがあり、誰かに聞いて欲しくてこのスレに来ました。とても長くなりましたことを、先にお詫びします。発端は、40年近く前になります。私は幼い頃、離婚した母に連れられて、そこそこの地方都市から、母の故郷である山間部の集落に転居しました。住んでる人も少なく、みんな顔見知り、スーパーなんかなくて、個人商店が一軒ようやくあるような、山あいの小さなところでした。そこには、同じ年くらいの男の子2人と女の子1人がいて、私はすぐに女の子の、キーちゃんと仲良くなりました。男の子2人はいじめっ子で、苦手で避けてましたが、キーちゃんとはよく一緒に、小川や畑の周りで遊んでいました。ある日キーちゃんが、山にのイチゴを食べに行こうと言い出しました。私は、イノシシやクマやヘビの怖さや、もし沢や滝に落ちたらどうなるかとか、天狗や妖怪にまつわる話を、祖父母から夜な夜な、寝物語として聞いていて怖かったので、渋りました。でもキーちゃんは、ここで生まれ育ったためか、そんな話は慣れっこで、すぐ帰れば大丈夫だよと譲らず、結局山に行くことになりました。私も嫌々だったのは最初だけで、山の入り口付近で人とすれ違ったのや、何よりも、道すがらキーちゃんが教えてくれる、木やキノコの種類や山菜や、沢ガニが取れるポイントなどの話が楽しくて、すぐに山登りに夢中になりました。途中、大きな石の脇に、小さな祠みたいなものもあり、キーちゃんがその前を通る時に手を合わせたので、私も真似したりして、ちょっとした非日常の連続に、ドキドキしたのを覚えています。野いちごがあるところには、割とすぐに着いたと思います。キーちゃんの話が楽しかったから、そう感じたのかもしれません。とにかく私たちは、大喜びで野いちごを頬張りました。赤くてツヤツヤの実が、宝石のように見えました。山の斜面の、少し上にある野いちごを取って降りようとした時、キーちゃんが滑って、膝と腕にちょっと怪我をしてしまいました。その時私は、同行者の血と、擦り傷でしたが、祖父母との約束を破って、山に入った後ろめたさに急に怖くなり、キーちゃんにもう帰ろうと言いました。キーちゃんは、こんなの平気だし、もう少し奥にもっと取れるところがあるから行こう、と言いましたが、私が泣き出したので観念したのか、一緒に山を降りてくれました。家に帰り、祖母とお風呂に入ってた時、
私はいつもの癖でつい、山で遊んだことを話してしまいました。その日の出来事を、祖母に詳しく話すのが日課でした。怒られると思ったけど、意外にも祖母は、と最後まで聞いてくれてました。そしてちょっと考えた後、怪我が良くなるというおまじないを、教えてくれました。それは聞いたこともないような、不思議なニュアンスで、悪いことはなくなれ。元の場所に飛んでいけ。という意味だ。おへその下に力を入れて、心の底から唱えないと聞かない。ただしとっておきだから、めったに使っちゃいけないと、祖母は言いました。私も何度も復唱してやっと覚え、その後動作も習いました。同時に、もう山に入ってはいけない。何かあったらみんなが悲しむよ、と釘も刺されました。次の日、私は早速キーちゃんに、そのおまじないをしてあげました。キーちゃんの、昨日怪我したあたりに手をかざしてぐるぐるさせ、キーちゃんの顔を視界に入れつつ、見てないような感じで、首元あたりを見るといいと習いました。おまじないを唱えました。怪我をしたキーちゃんのために、一生懸命心を込めて唱えたので、軽く汗ばみました。終わった後キーちゃんを見たら、私に釣られたのかしかめっ面でしたが、すぐに笑って、ありがとうと言ってくれて、私の額の汗を見て、また笑ってました。その後も、何度かまた山に行こうよと誘われましたが、私がその誘いに乗ることはありませんでした。離婚時の、母の凄んだ様子を知ってたので、何かあって、母がまたあんな風になるのは嫌だなと、思っていたからでした。その集落にはしばらくいましたが、私はまた母と引っ越すことになりました。キーちゃんはすごく残念がってたし、私も別れが辛くて、大泣きしました。また遊びに来るからね、またのイチゴ取りに行こうねと、約束しました。集落を離れる最後の日、車の中から、山際にいるキーちゃんが見えました。キーちゃんに向かって大きく手を振りましたが、キーちゃんには見えなかったようでした。私は、またすぐキーちゃんに会えると思ってたけど、引っ越し後、母の再婚、祖父の急な入院と、そのため、こちらに祖母と越してきたこと、母の妊娠、そして祖父の死、母の出産、祖母の病気と死、再び引っ越しなど、いろんなことが重なり、あの集落に一度も戻ることなく、私は大学生になって、一人暮らしをしていました。大学の民族学で、ふと祖母に習ったおまじないを思い出したので、教授に話したところ、教授は興味津々で、おまじないと動作をメモし、調べてみると言ってくれました。おばあちゃんのとっておきが、教授の興味をそそれたのが、なんとなく嬉しかったです。数週間後、教授に呼ばれました。教授は、おまじないについて調べたことを教えてくれました。おまじないの言葉は、〇〇地方の方言と集落地域の方言、どちらも方言がかなり強い地域、が混ざった上に、古い言い回しのもののよう。内容は、お前の正体は知っている。私に近づくな。私に取り入ろうとするな。あるべきところに帰れ。近寄るなら、類縁の命をかけてお前を呪う。消すみたいなこと。怪我が治るおまじないって聞いたの？本当に？かなり強い言い方だし。本格的な呪いの言葉も使っているけど、怪我用？本当に？とのことでした。混乱しましたが、私は確かに祖母からそう聞いてて、痛いの飛んでいけー、の上位というか、ちょっと大げさなだけの、単なるおまじないだと思ってたから、いろんな人に使っていました。キーちゃんだけじゃなく、引っ越した先の新しい友達や、幼い弟が怪我した時に、民間信仰のおまじないじゃないんですか？呪いなんですか？と尋ねました。教授は、呪いなんてそう簡単にできることじゃない。これは言葉が難しいから、他の人が、一度で正しく覚えるなんて無理だし。たとえ覚えたとして、本気ではやらないだろうから、心配いらないよ、と言ってくれましたが、私は安心できませんでした。なぜ祖母は私に友達に向けて、そんなまじないを言わせたのか、気になったのから始まり、祖父母が早くに亡くなり、弟が生まれた頃から、母が体を壊し気味になったことや、まだ、当時幼い弟が、おまじないを覚えてしまってることなどが、なんとなく気がかりだったので、その日の夜、母に電話して、いろいろ聞いてみました。母は、おまじないのことは知らない。私がたまに、弟に手をかざしてむにゃむにゃ言ってるのは、アニメかなんかの影響だろうと思っていた。祖母はあの集落の出身だけど、祖母の祖母が、〇〇の方出身だと聞いたような気がする。らしい。母はキーちゃんを知らないし、
あそこに女の子はいなかったと主張。弟にも電話を代わってもらい、あのおまじないは、もう絶対使っちゃダメだよ。と言い聞かせましたが、弟は幼さゆえか、あまり真剣には聞いてませんでした。母と話しても全然スッキリしないどころか、キーちゃんなんていなかったと言われるし、肝心の祖父母はもう奇跡だしで、どうしようもありません。今はもうつながりのない昔の友達が、あのおまじないを使ってないよう祈りながら、ベッドに入りましたがなかなか寝つけず、集落のことや、祖母から聞いた話を思い出していました。元は人間だったのに、山で死んで妖怪になり、悪いもの、と祖母は言ってました。寂しさからか、集落の子供をさらうようになった化け物がいて、退治されたお話や、大昔、山津波が起きて、達夫と清という兄弟が犠牲になり、私が山で見た小さな祠は、その二人のために建てられたという話。野いちご鳥の山の入り口ですれ違った、知らないお兄さんに、子供だけで山に入っちゃいけないよと、注意されたことなんかが、疲れた頭の中で、ごちゃ混ぜになりました。キーちゃんはキヨちゃんだったのかなとか、キーちゃんのお家がどこにあるのか、最後まで知らないままだったなとか、山の入り口の知らないお兄さんも、今思えば中学生くらい？あの小さな集落で知らない人ってどういうこと？あれは誰？とか悶々としてしまい、眠れないまま朝を迎えたのでした。私の体験話はここまでです。オチがなくてすみません。少しだけ後日談のようなものもありますが、関係あるのかわからないので、また機会があったらにします。実家の地区に、似たようなまじないの伝承がある。唱える言葉の意味も大体一緒で、身に降りかかった災いを、焼く、と言われてる。北斗の剣じゃないけど、一子相伝みたいな約束があって、別に実施じゃなくてもいいらしいんだけど、一人から一人にしか伝えられない。まじないを受け渡すときに、何か条件があって、条件満たしてない普通の人が、形や声を真似ても効果はないらしい。以前、研究者が来て、下り狐や伊豆名使いなど、獣を刺激する血筋の伝承が残ってると、感激してた。研究者の話だと、まじないの言葉は昔ながらのものが残っているのに、刺激の獣の情報が全くないのが、変わってる点だそう。普通は、獣を使う血筋のうちには祠とか、獣を入れる、買う、カゴなどが祀られてるそうだけど、形跡が全くないんだって言ってました。ぶった切りですまなんだが、一つ投稿させてくれ。完全に仲間内だけでの出来事だから、見バレしようもないし、場所も書き込むけど、東京の高尾での出来事。そもそも霊山高尾山だの、天狗伝説だの、誠の道だの、あの世とこの世の境って噂の、妖怪橋だの、地名が裏高尾だの。果てには、見衣霊道なる、わけわからんビジュアルの建造物があったり、曰くにはいとまがない地域なんだけどさ。俺自身は高尾出身じゃないんだけど、高校時代に知り合った3人組がいてさ、そいつらの話が面白かったんだよね。地元住民ならわかると思うんだけど、あの辺りに左手に、神社に繋がる登り道で、正面が墓地に繋がる、分岐路みたいな場所があるんだよね。その3人組が中学生の時に見たって話だから、もう8年から9年前のことになるんだろうけど、左手の神社が突如、発行したらしいんだよ。そこまでは良くはないけどいいとして、ここからが問題で、3人とも、神社が発行したこと自体は、鮮明に覚えてるらしいんだけど、3人が3人、それを見た時間、場所、人数が食い違ってるんだ。A は昼間に、当時の友達5人で、神社に繋がる登り道で、B は夜中に、4人で、分岐路で、C は夜中に、6人で、分岐路よりも前の場所で、ってな具合に。で、この話が出た高校生の当時、オカルト大好きだった俺は、その当時のメンバーと連絡を取って、その時のことを聞こうと提案したわけだ。結果的に、当時それを見たのは、5人だったってことは分かったけど、残りの2人も、綺麗に食い違ってた。神隠しの一種なのか、これに似た事象を知ってる人がいれば、話を聞きたい。どうしても真相が知りたいんだ。今でもそいつらとは、週1で麻雀打つくらいには仲がいいんだけど、この間、もう一度あの場所に行こう、って流れになって向かった時に、もともと存在しない伝統が、俺らが進むにつれて消えていったから、それも込みで書き込み。
いかがでしたか？このスレッドはとにかく盛りだくさんで長くなってしまいました。まだまだ興味深い話があったのですが、機会があったらまたご紹介しますね。今回の動画はここまでとします。次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。